茨城県古河市に露地で極太のさつきを大量に生産している場所があります。そう知る人ぞ知る巨樹巨木自然樹形研究会の培養場です。全国規模の展示会に超巨大なさつき盆栽を多数出品し、注目を集めている愛好家集団です。すでに発表されている木もありますが、ここには露地や木箱で培養中の巨木がまだまだ数えきれないほどあります。この巨大なさつき盆栽に魅了された一人の中国人女性がいます。名前はエンさん。今回は巨大なさつき盆栽の鉢上げを紹介するとともに、エンさんを夢中にさせた巨大なさつきの魅力をご紹介します。鉢上げするのは博多白、樹高は80センチ、幹回りは43センチ。博多白としてはかなり太い素材と言えるでしょう。やや右に斜上する幹模様と太く力強い枝ぶりが特徴です。鉢上げのお手伝いをしてくれるのは研究会のメンバーです。かなり大型の素材を扱うことから、普段から仲間で力を合わせて作業をしています。エンさん切ったんだよこれ。A さんは切ったんですか。結構厚いよこら。切る、あとは鶴見さんは最後切る。仕上げ。そう仕上げ。この博多次郎をこの場所に植えたのはおよそ20年前。当時は手首ほどの太さで、どこにでもあるような模様木だったそうです。それが長年の探求心と研究によって導き出された巨木感を求めた管理方法によってこの姿になりました。巨木感のあるさつき素材の作り方については、生産管理責任者の鶴見さんによる別動画の解説をご覧ください。なんでこれ泥戻すんですか。いや、揚げるのねよ。下入れる。ああ、持ち。よし、入ったよ。はい、待って。せーの。お。わかんないよ。せーの。大体枝をかけにかえ。なんでやっぱまだ。わかんない。枝が。パって持ったかんねえよ。いくらもあげるんですね。さつき用の。あ、いいのあった。小池屋さん用で。こっちないかな、きっと。以前は数名で担いでハウスから出していましたが、今年は庭木を運ぶ専用の台車を用意し、木を運び出しました。こっち大事か？大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、オッケー。さて通常であればここから土塔の根洗い作業が待っているのですが、この培養場では露地の植え付け土に赤土を使用しているため、サラサラとして土を落とすのがとても簡単です。赤土とは粒になっていない赤玉土と思ってください。黒土に比べて粘り気がなく、サラサラとしているのが特徴です。いや。もうほとんど。まあいいや。結構本売りだもんな。これ洗えばもうね。もう洗えばもうね洗い終わり。必ずいっちゃう。これだろう。これ平らになるだろう。大体。いいね。これ年に1回はぎってるだけなんですよね、露地に入ってる時は。だいたいその露地に植わってる時の切り方のコツっていうのは、一番最初を、はい、これを穏やかにするの、こうやって。なるだけチュッとするの、ここをチュッとするの。あ、枝一本に対してここみんないっぱいつけちゃべ。いっぱいつけない。棚を作ろうとしていっぱいつけちゃうけど、これはここで引っ張るだけ。ここはこれを作ってるためにここでただ伸ばすだけ。伸ばすだけ。ほんで最後にこれ決めるの。いいだで。いいだ。だから簡単なんだよ。今はまだこの幹とか枝の元を作ってる段階だから、その時はこの先は少ない、できるだけ少ない枝で、好きな枝で強い芽を出させる。強い芽出して、でここを太らせるんだよ。ここを太らせる。だいたい毎年この
枝だけはこの骨格だけはこ骨格だけ、うああ、はいはい持ってって、こういうのこうやって。骨格だけは残すけれども、なるとちっちゃくしてちゃくして強い目を出す。強い目を出うんす。それさがこっきってな、これやんねと、小さいなんかでここだけ太っちゃ先だけが。う。うん、こういうのがほれ、うん。こういうの、こういう蛍光岩壁。はいはい。だからここをなるだけちっちゃくして、ここで引っ張って、こっちを太らせて、取らせる。で巨木かんない。巨木を出す。そしたらすぐでいい。そうですよね。10年経たないとこういうになってんの。で、今度はこれ今こう鉢上げしますよね。鉢上げしちゃったら、これからもう棚を作るような剪定に変わっていく。これが大体できた頃には中の、流れを決めんの。5年前頃からこの流れはみんな決まってんの。ああ、もう上げる前からですね。目の高さで。目の高さで。目の高さでみんな入ってるように、こうやってみんなはまるように、こうやってみんなはまってる。ああ、枝が重ならないように前後前後で。前後で。私ね、鶴見さんと出会ってこういうのを聞いた見てびっくりしました。作り方は他の模様機とか文人とか全然違いますよ。20年以上はかけてそこまで作って、目標は大きいですよ。大きい木を作りたい。そうそうそう。うん、男性の筋肉みたいな感じでの木ですよね。迫力はすごく。迫力あった。そうそうそう。うん、あとほとんどね、傷はなし。これは私。そう。傷ない。傷はなし。びっくりしました。平年に作ってるんですよ。平年で毎年同じ、なんか手順で手入れして綺麗だから消毒を先はすごくしっかりやってる。そうそう。あとは鳥の飛ぶ。はいはい。鳥が遊びに来る枝を作るんですね。そういう感じ。自然の考えれば面白いです。面白い。20年以上かけてみんなね。みんな若い姿私も見たですね。若い姿？そうそう。昔のね植えた時の。30年前の20年前。2000年代、2003年ぐらいでしたかね、最初の頃は。そう、最初の木はすごく細い。このくらい細くて。本当に模様木でしたよね。はい。塚田その綺麗じゃないし、ここまで作って。私の人生の中でこういう木と出会って嬉しいです。そうですか。幸せ。こういう作り方を中国でも広めていきたいっていう気持ちがやっぱあるんですね。そうですね。これからは私も主演中国の業者と一緒でこの作り方を中国の英語者に伝えたい。そうです。わかりました。じゃあ最後に中国語で中国の方にメッセージいただけますか。はい。非常感谢大家能看到我们这个树的从挖出来到洗根，一会儿我们要洗根到最后的这个成型。这是一个贺建老先生呢，他们整个这个有六七个人，从年轻的时候20-30年之前就开始做这个树，所以这个树的成熟度这么高，没有疤痕，我觉得是很吃惊的。还有它这个像我们说的就是有肌肉感，特别有肌肉感的，就是自然树形、巨木形。希望大家认真把这个节目看完，而且我们特意请的是以前的月刊的人在月刊的这个关坚先生拍摄的视频，希望大家有机会也多看看他的这个杜鹃的视频。他是采集了好多日本这个有名的盆栽的杜鹃园子里的人做的各种树的一些技术啊，各种讲解都在里面。一応中国人も説明してこの番組よく見てくださいと話しました。そうですか。ありがとうございます。はい。路地から掘り上げる前に円さんによって大まかな枝の手入れはされていますが、ここで生産管理責任者の鶴見さんがより細かな手入れをします。手入れといっても主要な枝の位置や流れは路地の培養中に決めて作り込んでいるので、ここでは枝の先端についてる小枝が多いところを減らしていく程度です。小枝の数も少なく大雑把な手入れのように見えますが、切り口の処理や枝が太った時に曲が美しくなるように整える丁寧な作業をしていきます。この細やかさが傷のない綺麗な木を作るポイントです。
これ使っちゃ他の使えないですよ。よし、こんで熱くくれ。洗えば。これで結構大事だ、これで落ちただろう。ちゃん洗ったらすげえよ、これ。はい、せーの。はい、はい。やってみてっての。ああ、さっき入れたとこ。ここ。そう、肌毛はちょっと小さい見えるんだけど。本当だよ。見たらすごいぞ。80あるんだ。一回これ底見せてもらっていいですか。そこ綺麗になってると思います。横が大丈夫だな。前だ、後ろ前だ、前後だ。これ気のせだ。あ、入んないんですね。うわこれはな、栗がな。栗が。もうこいつ続くんだっけな。75の方は。切りすぎたもんな。それですよ。60年。今、交代だ、箱。雨入れなしダメだ。雨持ちたか、兄さん。これ持ってきた。持ってこねべ。ほら、このままこう。このまま。あれも入れなし。楽勝だよ。大丈夫。はい。
はい、もうちょっと持って。あ、逆だ。高さにしなくてもいいか。いや、少ない。これ止めていいか。あと、箇所ぼっとけば大丈夫。この針金使っていいの？あ、いいよ。お金だけだから。彼は名前を電話番号。健康の健。いいかな。马达嗨了，就是不用。まだ作らなきゃいけないな。ね、だんだんキュッとなったもんね。こういうふうに縛ってるよりも切ってると思うよ。だから取ってる。はい、決まった。こうなんですよ。これでもいいんだよ、これは。色は本当に汚い。発注行ってきて、ニュージーランドがね、ってよくついといてよ。やんない。だよ。わけわかんない。何で目標挑戦何か単値が多いだろ結構。あこれだ。これ見ついてるからいっぱいになっちゃうから。立派になったからこれ終わるかな。多すぎるじゃん。まあ、まだでまだ後で下からいい。下にも潜ってんだろうかって。これはじゃあ。これ水やらなくてもいいの？あとで大事だよ、水。あ。持ってきてからけると重くて。もうこれ運んで、これどこ置くんだ？場所？インさんの私ハウスなんか。私のハウスか。足んなかったらそれでいい。よし、これで。あ、これまだ。エンさんどうですか、自分の木鉢上げしてみて。嬉しいです。嬉しいこの姿見たらさうんね、かっこいいですよ。初めて自分のそのでかい木はうん。仕上げました。楽しみ。あれで2、3年間楽しみと思う。うん。以上、巨樹巨木自然樹形研究会による博多城の鉢上げでした。数年後が楽しみです。